ここが好きだよ日本人へようこそ。皆さんは日本人と聞いてどのような姿を思い浮かべますか？艶やかな黒髪の大和なでしこや髷を結い刀を持った侍を想像する方は今や少ないでしょう。明治時代以降、海外からさまざまなファッションや髪型が日本に輸入されました。ファッションは日本人に合うようにカスタマイズされて、令和の今では多様なスタイルが受け入れられています。ファッションは時代とともに移ろいゆくもの。今では祝い事やお祭りの時にしか見かけない和服が主流の時代もありましたよね。この和服、現代の日本人にとってはたまに着るものという認識になっています。ですが、海外では日本の文化として新鮮な印象を与えるのです。訪日観光客の間では和服を着るという経験が日本での思い出作りにおいて重要なのです。では、和服の何が外国の人をそこまで引きつけるのでしょうか。こんにちは、私はアンゲラ。ドイツはバイエルン州ミュンヘン出身の24歳よ。ドイツといえば首都のベルリンを思い浮かべる人が多いと思うけど、バイエルンを忘れてもらっちゃ困るわ。バイエルンはドイツが誇る自動車ブランド BMW 発祥の地なの。そして代表的なドイツ料理はバイエルンのものだったりするの。ローストした豚肉やハム、ソーセージなんかは有名ね。そんなドイツ文化の一翼を担うバイエルンの大学で歴史を学んでいるわ。好きなものは旅行。授業の合間を縫って電車でヨーロッパを旅するのが趣味よ。ヨーロッパは陸続きだし、電車も早いから気楽に旅行ができるの。そんな趣味の一環で文字通り海の外に行ってみたいと思ったの。イギリスじゃないわよ。ヨーロッパ圏を出て世界を見てみたいと思うようになってね。でもアメリカやオーストラリアの文化はヨーロッパの延長線上にあるもの。それよりはヨーロッパとは違う独特の文化を持った国に行きたかったの。そこで私が選んだのは日本。ドイツと並ぶ高いクオリティの車を作る国よ。そんなものづくりの国の文化って気になるじゃない？伝統的な工芸品や古い木造の建築物が並ぶ街並みを一度見てみたかったのよ。食文化も気になったわね。アメリカではポピュラーなんだろうけど、ドイツでは日本の寿司を食べる機会がそうそうないもの。そんなわけで長い休暇を取ったわ。そして私が向かった先は関西。なんで首都の東京じゃないかって？東京が日本の文化の中心地として栄えているのは知っていたわ。でも私が見たかったのは日本古来の文化。東京が栄えた江戸時代よりも前の日本の原風景を目に焼き付けたかったのよ。そんなわけで関西国際空港に降り立ったわ。そして電車を乗り継いでまずは奈良に向かったわ。奈良といえば日本のみんなは何を想像するかしら。大仏や鹿を想像するかもしれないわね。でも私が真っ先に向かった先は正倉院。アジア古来の宝物を見てみたかったの。正倉院の展示物はどれもヨーロッパの宝物とは違った輝きを放っていたわ。特に琵琶と青いグラスは良かったわね。琵琶というだけでもヨーロッパ育ちの私にとっては新鮮なのだけれど、ここの琵琶は特殊なのだそう。弦が通常なら4本のところ、正倉院の琵琶は5本なのよ。それだけじゃないわ。螺鈿といって貝殻の光沢がある部分を切り取って貼り合わせた絵が描かれているの。古代エジプトにも棺桶を彩る装飾があるのだけれど、貝殻や漆を使った装飾はアジアならではね。青いグラスもすごかったわ。コバルトで着色された青いガラスを使っているのだけれども、このグラスはなんとペルシャから伝わってきたの。中東イスラム圏は古来のトンボ玉でも有名だから、ガラスの製造技術に長けているのは知っていたけど、シルクロードを経由して島国である日本にも伝来していたなんて驚きね。私の出身地ヨーロッパだとローマもガラスの製造に長けていたわね。ガラス製品一つとっても歴史を読み解くことができるから面白かったわ。
他にも中国の女性が描かれた屏風があったわね。ヨーロッパで女性の絵画というと聖母のものが多いわ。宗教的なニュアンスで描かれた絵画が多いの。アジアの芸術品はその点、宗教に関わりのない自由な作風のものが多くて新鮮だったわ。ルネサンスやアールデコとは違うアジアのデザインの歴史が少し理解できたわ。正倉院を後にして次は東大寺の大仏を拝みに行ったの。昔の人は鋳造でこれだけ大きなものを作ったというのだから驚きだわ。でもヨーロッパではキリスト教が主流だから人の形をした宗教建造物はありえないわね。偶像になるようなものが作れないの。代わりに教会の建築には力を入れていたわ。正倉院のグラスのような着色ガラスを用いて色鮮やかなステンドグラスが作られたりしたわね。途中公園で鹿と触れ合ったわ。せんべいをあげたの。ヨーロッパのエルクとは違って小柄で可愛らしい見た目をしていたわ。この鹿どうやら神様の使いなのだそう。大仏を作った仏教徒たちは神様に帰依するはずがないから、なんで神様の使いがいるのかしらと疑問に思ったわ。どうやら春日大社という神社の神様の使いが鹿なんだそう。仏教やそれ以外の宗教が混在して共存するという光景は新鮮だったわ。その後電車に乗って京都市に向かったわ。京都の街中には古くから残る木造家屋があって、それを見に行きたかったの。絢爛豪華な金閣寺やテラスのある清水寺にも行きたいと思って駅から出たのだけれど、そこでそれよりも気になるものを見つけたわ。それは日本の伝統的な民族衣装である着物のレンタル。訪日外国人向けに作られているのでしょうけど、日本の民族衣装にしては色合いが派手な気がしたの。それに着物って洋服に比べて着付けが面倒じゃない？だから私が日本人なら絶対に着物は着ないと思ったわ。きっと現代の日本人も着替えが面倒だから着物を普段使いしないのじゃないかしらと勘ぐったわ。伝統衣装が用いられることが少ないのはドイツも一緒よ。バイエルンにもレイアンドルといって伝統的な衣装があるけれど、お祭りの時しか着ないわね。でもそんな服が今でも廃れずにこうしてレンタルされている理由が気になったの。だから京都の伝統的な着物生地である西陣織の資料館に行くことにしたわ。そこには色鮮やかな、それでいて落ち着いた色合いで美しい絵が描かれた生地が飾られていたわ。今ではコンピューター制御のジャガード織り機で作られているそうだけど、昔の人はすずれ旗といってコンピューターもなしに綺麗な織物を作っていたそうなの。日本の職人の技術力に驚いたわ。日本に来て着物のレンタルを見て着る気が起きなかった私。そんな私でもこんなに美しい生地の服なら着たいと考えを改めたわ。しかも生地に使われている絹糸も特徴の品なの。蚕のシルクだけでも品種改良によって様々な種類があるのだけれど、シルクのダイヤモンドとされる野生の蛾の繭から取れた糸はとても綺麗だったわ。一本の長い糸が取れる繭が最も良いとされているそうよ。でも細切れになった糸を紡ぎ合わせた紡ぎという糸もあって、どんな糸でも有効活用するという工夫が見れて面白かったわ。その晩ホテルで日本の着物について詳しく調べたわ。こんなに奥が深いものだとは思わなかったもの。西陣織にジャガードが用いられるようになったのはフランスのリヨンから技術が渡ってきたからだそう。海外の技術も取り入れて発展してきたというのに驚いたわ。日本人の新しい技術に対する貪欲さが今の日本の産業を支えていることを実感したわ。民族衣装にもここまでの情熱をかけている日本は素晴らしい国だと断言できるわね。さらに紡ぎについても調べてみたの。どうやらシルク生地はやや銃弾を防ぐ衣装に使われてきたそうだけれど、その中でも紡ぎはとても丈夫なんだそう。作業着として父から子へ何代にもわたって受け継がれることもあったらしいわよ。江戸時代には平民の贅沢を禁じた法律があったのだけれど、その時にも絹には見えない工夫を凝らした紡ぎが裕福な商人に愛されていたみたい。私は歴史の専攻だから詳しくはわからないのだけど、絹糸の表面の成分が防臭効果を持っていて、昔の人は洗濯せずに何度も着ていたそうよ。
そんな美しいシルクの生地を作るには養蚕が欠かせないわ。日本では古くから養蚕が盛んで、各地にその名残が見られるらしいの。かつては世界有数のシルクの産地だったそうよ。シルクの輸出によって近代日本の発展がなされたと言っても過言じゃないらしいわ。世界遺産にも登録されている富岡製糸場には一度行ってみたいわね。ヨーロッパ由来の技術が惜しみなく使われているらしいわよ。その後京都をじっくりと観光してから帰国したわ。日本の旅はいろいろな発見があって面白かったわね。民族衣装一つとっても奥が深くて、また日本に来たいと思ったの。次に日本を訪れる時は着物のレンタルを試してみたいわ。絹の着物があったら間違いなく着るでしょうね。日本の伝統的な民族衣装である着物。複雑な裁断がなされていないため、一見製造が簡単に見えるかもしれません。ですが、その生地に用いられる技術力はアジア文化の結晶とも言えます。まずは糸。着物の生地といえばシルクの糸で織られたものが有名ですよね。より良質なシルクを取るために中国で野生の蛾を改良して完全に家畜化された蚕は人の助けなしでは生きていけません。また蚕の幼虫は物にしがみつく力を持たないので脱走することなく人間による管理を受けるのです。遺伝学という学問もない時代にそんな高度な品種改良を行っているというだけでも驚きですね。より美しい細い糸を取るために脱皮の回数を減らして体が大きくならないように改良された蚕もいたそうです。基本的には蚕からきれいな一本の糸が取れるのですが、繭の形によっては細切れの糸くずが取れる場合もあります。これを有効活用するために生まれたのが紬糸です。紬糸は文字通り糸くずを紡ぎ合わせて作られた糸のこと。これを織って作られた紬の着物は作業着としてもしくは裕福な商人の粋な装いとして愛されてきました。そんな糸たちを布に変える織機にもこだわりがあります。京都に端を欲する西陣織には現在ジャガード織機が用いられています。明治時代にフランスから導入されたものなのですが、今ではコンピューター制御によって複雑な模様をたやすく織り上げることが可能になりました。伝統産業をより良くするために海外からも学ぶ日本人の謙虚さが現れていますね。またジャガード織機以外にも人の手で動かす日本古来の織り方もあります。本綴といい高級な生地として有名です。このように奥が深い絹の着物、高級品ですがお値段に見合ったこだわりが見られて飽きない品ですよ。暮らしに着物を取り入れてみるのもいいかもしれませんね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。